皆さんお久しぶりです。こんにちは。はるかです。私は最近お家の中で育てる観葉植物を買いました。なので今日は水やりをしながら関連する言葉を一緒に学んでいきましょう。それでは始まるよ。まず私のこの子は日本語でパキラと言います。英語だとよくマニートリーっていうのかな。だけど日本語だとマニートリーってあんまり言わないです。なので日本語はパキラちゃんです。パキラちゃんはあんまり水がいりません。なので私みたいな初心者でも簡単に育てられるそうです。このパキラちゃんに最近全然お水をあげていなかったので、まずお水をあげるタイミングかどうか土を触って確認していきたいと思います。もし土が湿っていたらまだお水をあげなくてもいいそうです。だけどもし土が乾いていたらお水をあげるタイミングです。では見てみましょう。土の表面を触っていきます。だいぶ乾いてますね。乾いてるので今日お水をあげましょう。ではお水をあげるといえば何が必要ですか？まずじょうろが必要です。じょうろ。そしてじょうろの中にお水を入れなければいけませんね。ちょっと待ってね。ではまずじょうろに水を入れる前に、まず日本語でどうやって to water を言うのか説明します。日本語ではいろんな to water の言い方があります。ではまず一つ目、水をあげる。あげる means to give something to someone or something。では2番目、水をやる。やる also means to give something to someone. The differences between やる and あげる here is, if I have to say, I would say やる sounds more casual and あげる is more basic or formal. You can use あげる to anyone. But やる can be very, very casual. So if you don't know that person well, and if you use やる, it sounds not appropriate. ですが、お花とか木とかの植物にはやるを使っても OK です。では、3つ目。さっきのと少し似ていますが、次は名詞を使ったものです。水やりをする。相手が植物なので、あげるでもやるでも名詞を使った形でもどれでも OK です。それではじょうろにお水を入れていきます。せっかくなのでいろんな動詞を覚えましょう。ではまずこれは日本語でもシンクと言います。ここは今私はキッチンにいるのでキッチンのシンクです。日本語の発音です。そして見えるかな？ここにね蛇口があります。蛇口をだいたい日本の古い蛇口だとこうやって開けるタイプなのでひねると言います。これあんまりひねるっていう動作がないけどひねるを使いましょう。蛇口をひねって失敗。
水が出ます。ちょっと抜いちゃった。よし。では、ちょっとお家の中なので濡れてたらいけないので拭きます。よし、拭いて水が床にこぼれないようにして、よし、どうかな。まあだいたいいい感じかな。ではパキラちゃんに水やりをしましょう。それとも水をあげましょう。それとも水をやりましょう。ではたっぷり。家の中なのでお水を一気にあげてしまうと、もしかしたらここの下のお皿から漏れてしまうかもしれません。なので少しずつ様子を見てあげましょう。まだ？あ、まだ。じゃあもうちょっと。これぐらい？おー、いっぱい飲むね。すごい。ついに水が出てきました。ここ見える？ここなのでパキラちゃん、水これで完了です。では実は私もう一つ観葉植物がお家にあります。では皆さん、こちらが私のもう一つの観葉植物、ポトスちゃんです。ポトスちゃんも私みたいな初心者でも育てやすい観葉植物だそうです。ポトスちゃんもお水があんまりいらない子です。なのでちょっと土を触ってみます。まあ結構乾燥してます。なんかパサパサ。手にもあんまりついてない、指にもあんまりついてないです。なので今お水をあげるいいタイミングです。ではよいしょ、ポトスちゃんも気をつけて少しずつお水をあげていきます。そう、土がいっぱいなので一気にあげてしまうとこぼれちゃうんです。あ、来た、やばい。水が出てきましたのでこれ以上あげちゃいけません。あ、こぼれないか心配。よし、はい、これでもし私が水をあげすぎてしまっても最悪の事態は免れるでしょう。まあとりあえず様子見です。そしてよいしょ、ポトスちゃんにお水をあげている間に見てこっちのさっきのパキラちゃん。うわー、私めっちゃお水あげてしまったみたいです。お水結構出てる。しかも黄色い。多分お水を捨てた方がいいのかなと思うんですが、初心者だからわからないので後でちょっと検索して調べてからやってみたいと思います。そしてもう一つ、観葉植物を育てるにあたって心配なのは虫がつくことです。なのでそれを防ぐためにもこの霧吹きを使ってパキラちゃんの葉っぱにお水をかけていきます。そう、これ霧吹きと言います。霧は英語で fog、 吹きは動詞吹く、ふうふうって感じかな、 to blow という意味です。霧吹きがこれの名前です。上からシュッシュするだけじゃなくて葉っぱの裏側、そう、表と裏、わかるかな。ちょっと待ってね。葉っぱの表、太陽に向いてる方です。葉っぱの表と葉っぱの裏なので葉っぱの裏側にも
お水をあげるといいそうです。この霧吹きでね。なのでまず上から、そうミスト、霧、フォグです。そしてシュッ、こんな感じかな。よいしょ、シュッ、こんな感じ。よし、じゃあ今日の私の観葉植物のお手入れはここまでです。では何か新しいことを学んだよという時は LIKE ボタンで教えてください。では日本語の勉強頑張ってね。またね。ハッピージャパニーズラーニング。